脱毛の疑問すべてについてお答えしようと思います。前回のね、私の秘密暴露しますみたいなね、私が美容施術何をやってるかっていうのをお話しした動画があるんですが、その中で私は一番最初にした美容施術っていうのは全身脱毛をしていますっていう話をしました。でその中でお顔はもちろんですけど VIO も全部脱毛してますっていうお話をしたら、先生 VIO の脱毛ってなんか体に良くないんじゃないですかとか、あとはなんか体に何か異常はきたせませんかとか、安全性は確立してますかとかっていうこと結構お問い合わせというか質問が来たので、今回は脱毛の中でも VIO の脱毛に着目して、そこの疑問についてを詳しくお話ししたいと思いますので、最後までご覧ください。脱毛っていうのは、また脱毛の回でですねしっかりお話しした、医療用の脱毛とエステはまず違うよってお話ししましたよね。なのでエステは減毛、要は少なくするもの、医療の脱毛というのは永久になくしていくっていうものになりますので、 VIO に関しては基本的にはやっぱりどの脱毛もですけどね、医療用の脱毛の方がしっかりなくなります。そしてやはり皆さんご存知の通り VIO っていうところはその皮膚自体も結構デリケートな場所なんですよ。だからよく VIO のことデリケートゾーンって呼んだりしますよね。そこってもともと毛自体も太いので、自分で例えば自己処理をして抜いてしまうと、そこ毛が太いので抜くとそこの毛穴っていうのが大きいので、そこにばい菌が入って毛嚢炎っていうもの、ちょっとニキビの大きいようなものになったりとか、あとはもともと生理的に色素沈着がある場所です。なので他のところよりもちょっと色がついてる場所なんですね。なのでレーザーって黒いものに反応して、で日本人の毛は黒いですから、その黒い毛に反応して下にある毛母細胞っていう細胞を破壊して二度と毛を生えてこないっていうのが原理なので、このちょっと周りが他の皮膚よりもちょっと濃い場所をやる場合っていうのはすごくパワーをなんていうのかな、気をつけないといけないですし、やけどをしやすい場所になるんですね。で万が一やけどをしてしまったとしても、やっぱり下着とかで当たって治りが悪かったりする場所なので、まず絶対に VIO っていうのは自己処理をする時も抜いたりとかってことはしないようにしてほしいですし、あと VIO の脱毛したいっていうんだったら絶対に医療従事者がいて、きちんと万が一やけどとかをしてしまっても対処ができるような医療機関で当てるようにしてください。であとですね、よく言われるのが VIO の脱毛をするとなんか体に支障はきたしませんかって。なんか VIO ってね大事な場所だから、ああやって太くて濃い毛が生えているのに、それをなくすことでなんていうんですかね、あんまり体に良くないんじゃないですかって言われること結構多いんですね。ただそれって実は逆なんですよ。昔人間も猿だったというか、人間も動物なので洋服を着てなかった時がありますから、やっぱり大事な場所っていうんですかね、デリケートゾーンもそうですし頭もそうですし、大切なところを毛で覆おうとする、毛がで守ろうとするっていう機能は確かに存在したと言われています。ただその、デリケートゾーンの場所に関しては今は下着を履きますよね皆さん。ということは、頭はむき出しなので髪の毛があってもいいと思うんですけれども、デリケートゾーンというのは基本的に下着を皆さん毎日履いてらっしゃると思うので、それで守られてますから、別に毛があってもなくてもきちんと守られております。であとですね、意外と日本人は日本人しか見てらっしゃらないのでわからないと思うんですが、日本人の毛って黒くて結構濃いじゃないですか。そうするとやっぱりこのアンダーヘアっていうのがすごく外国の方から見るとびっくりされてしまうんですね。黒いみたいな、なんかすごいもじゃもじゃっとしたものついてるっていうような感じでびっくりされることもあります。なので見た目的な問題っていうのもきれいにしておいた方がいいかなと思うんですが、あと医学的に見てもですね、例えば下着もつけていてで毛も豊富にあるとそこがやっぱ蒸れてしまうっていうこともあるんですね。なのである程度減毛というかちょっと処理をして少し少なくしておくっていうのは、例えばかゆみとか蒸れを対策するっていうこともとても重要になります。でもう一つ、例えば女性だったら生理の時にですね、その生理で出てくる血液ありますよね。それがやっぱりこの毛に付着してしまって、
でそれが原因でかゆみが起こったりとかかぶれたりっていうことも起こります。でちょっと話はずれるんですけれども、よく生理用のナプキンをつけているとちょっとなんか体が冷えるとかよくわからない理由で布ナプキンにする方多いと思うんですが、もちろん布ナプキンが悪いというよりは、布ナプキンってポリマー剤が入ってないので表面に水がついて、その経血がついている状態なんですよね。そうすると、そこに皮膚がくっついて、毛がある皮膚がくっついているとそこにずっとお水がある状態なのでデリケートゾーンの皮膚がふやけてしまって、そこからバリア機能が低下して刺激になる。でそこに毛が、その毛についたまた血液がつくとそれがかゆみの原因にもなるっていうふうに言われているので、特に、VIO の脱毛あまりしてない人、もうしててもそうなんですけど、あんまりこの経血が常についてしまうなんか布ナプキンとかは、もちろんねポリマー剤でかぶれるとかだったら仕方がないかなと思うんですけれども、体がそのポリマー剤のナプキンをつけていて冷えたりとかってこともありえないので、そういった観点からしてもあんまりおすすめはしないですし、あとはやっぱりそこに毛があるとですね、さらにこの経血がずっと肌についていることになって肌に刺激になりますので、やはり余計な毛っていうのはない方がこの皮膚のバリア機能を保つっていう意味でもおすすめになります。であんまりねじゃあナプキン使いたくないよっていう人は、最近はね生理用のパンツ、その生理ショーツじゃなくてそのパンツだけを履けばしっかりとそのパンツに吸収してくれるっていう、確かベアーさんだったかなっていうメーカーさんでナプキンをつけなくてもそのショーツだけでしっかりとポリマー剤が入っていて吸収してくれるっていうショーツもありますので、そういったもので対応していただければいいかなとは思います。でちょっと話がそれましたが、ということでやっぱり、生理のことを考えてもそこに毛にですね血液がついて、でそれが刺激になるということもありえますので、そういった意味で VIO の、毛っていうのはなくても決して問題ではありません。であとはその VIO の毛がなくなることによって何か、体の中に、雑菌とかが入るんじゃないかっていうふうなことを言われる方もいるんですが、それは逆でですね、別に毛がその雑菌から私たちを守ってくれているわけではなくって、しっかりとした女性器っていうのはしっかりとその構造上ちゃんとそこでブロックするような構造になっています。であとはその、膣の中っていうのもちゃんと雑菌が入ってきても防御できるような仕組みになってるんですね。なので毛があることによって雑菌をブロックしているわけではなくて、もう女性器自体がきちんとブロックする機能はあります。逆にそこに毛がいっぱいあるとですね、毛に雑菌がついてしまうっていうこともゼロじゃないので、逆にしっかりと脱毛することによってそこを清潔に保って、より雑菌とかの侵入をブロックするっていうこともありますので、そういった意味でも VIO 脱毛をしていただけるといいんじゃないかなと思います。あとねこれはねもうすごく先の話になると思うんですけども、よく介護のために VIO 脱毛しましょうっていう方なんかテレビとかね雑誌でよく言ったりするんですけど、確かに介護をする時とかも、毛があるのとないのとではない方が、お世話しやすいというかケアはしやすいっていうのもありますが、それはものすごく先のことで、今現在においても VIO を脱毛することで体に何か負担がかかるとか、体に何か悪いことが起きるということもないですし、逆にそのかぶれだったりとかかゆみだったりっていう防止にもねつながりますから、ちょっとどうなんだろう、やってみたいけれどもなんか将来的にマイナスな面が起こるんじゃないかと心配されている方は安心して医療で VIO の脱毛をしていただければいいんじゃないかなと思います。そしてね、皆さんねどうしようかなって思っているうちに時が経ってしまうと、残念ながら髪の毛も白髪ができるようにアンダーヘアも実は白髪になることあるんですね。で脱毛っていうのは黒いものに反応しますから、白髪は脱毛できないんですよ。だからね年をいって、おひげもそうなんですけど体毛もそうですけれども、白髪になってしまうと脱毛したいなと思ってもできなくなりますので、なるべく早いうちから気になる場所は脱毛をするように考えてください。
VIO のね脱毛、日本ではあまりちょっとメジャーじゃないかもしれないですけども、海外ではもう当たり前というか、そこケアしてないのみたいな感じでもう皆さんするのが当たり前なんですね。なので日本でも決してね素のままがいいわけではない場所だと私は考えてますので、気になる方はぜひクリニックで VIO の脱毛の相談をしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように皆さんに、美容や健康についてですね、正しい知識をお話ししているチャンネルになりますので、よかったら皆さんでチャンネル登録していただけると嬉しいかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。